序章、喧騒の中の孤独。あなたはこんな風に感じたことはありませんか？友人たちと楽しく食事をして笑顔で会話を盛り上げている。周りからは明るい人、頼りになる人と思われている。けれどふと会話が途切れた瞬間や家に帰って一人になった瞬間、まるで潮が引くように言いようのない虚しさが押し寄せてくる。本当の自分は誰ともつながっていないんじゃないか。もしこの仮面を外したらみんな私の元から去っていくんじゃないか。そんな冷たい氷のような孤独が胸の奥に居座っている感覚。もしあなたが今この言葉に少しでも胸がざわついたのなら、この動画はあなたのためのものです。こんにちは。コミュ力研究所へようこそ。今日のテーマは心の闇が深い人の特徴。心の闇と聞くと何か恐ろしいものや性格が悪い人のことを想像するかもしれません。しかし心理学的な視点で見るとそれは全くの誤解です。実は心の闇が深い人ほど人一倍優しく繊細で、そして誰よりも傷つかないようにと必死に頑張って生きてきた人たちなのです。彼らが抱える闇の正体は悪意ではなく過剰適応と呼ばれる生き延びるための防衛本能であることが多いのです。今日はさまざまな心理学の研究や著書を紐解きながら、心の闇が深い人が持つ特徴とその背景にある心理メカニズムを深く掘り下げていきます。単なるあるある話では終わりません。なぜそうなるのか、そのルーツである幼少期の体験や愛着スタイル、そしてその闇をどうやって自分だけの深みに変えていけばいいのか、解決の糸口までじっくりとお話ししていきます。もしあなたが自分はどこか周りと違う、生きるのが苦しいと感じているなら、どうか最後までお付き合いください。この動画を見終わる頃にはあなたが抱えるその闇が実はあなたを守ってくれていた鎧だったことに気づくはずです。それでは心の奥深くへ一緒に潜っていきましょう。第1章、偽りの自己、ザ・フォールス・セルフ。まず一つ目の特徴、それは偽りの自己を完璧に演じているということです。心の闇が深い人は初対面の人や職場の人に対して驚くほど愛想がよく気配りができる傾向があります。例えばこんな場面を想像してみてください。職場の飲み会や地域の集まり、誰もが面倒くさがる幹事の仕事や場の空気を読む役割を誰に頼まれたわけでもないのに率先して引き受けてしまう人がいます。グラスが開けばすぐに気づき、誰かが退屈そうにしていれば話題を振る。常に笑顔を絶やさずその場を円滑に回すことに全神経を注いでいます。周りの人はこう言います。あの人は本当にいい人だね、気が利くね、明るくて素敵だねと。しかしその人の心の内側はどうなっているのでしょうか。イギリスの小児科医であり精神分析家のドナルド・ウィニコットはこれを偽りの自己という概念で説明しました。ウィニコットによれば、人間は幼少期にありのままの感情や欲求、本当の自己を親に受け入れてもらえなかった場合、親や周囲の期待に応えるための偽りの自己を発達させるといいます。心の闇が深い人はこの偽りの自己の機能が極めて高いのです。彼らは幼い頃、いい子にしていないと愛されない、迷惑をかけると見捨てられるという強烈なメッセージを無意識のうちに刷り込まれてきました。泣いたり怒ったりわがままを言ったりする本当の自分を出せば拒絶されるかもしれない、その恐怖から彼らは完璧な道化師の仮面をかぶるようになったのです。だからこそ彼らの笑顔の裏には底知れない疲労感が漂っています。分析心理学者のカール・グスタフ・ユングは社会に適応するために見せる人格をペルソナ、仮面と呼びましたが、心の闇が深い人はこのペルソナと素の自分との乖離があまりにも大きすぎるのです。彼らが本当に恐れているのは嫌われることではありません。本当の自分を見透かされることです。もしこの笑顔の仮面の下にある空っぽでドロドロとした感情を見られたら、相手は幻滅するに違いない。そう確信しているからこそ彼らは親しくなればなるほど逆に壁を作り、完璧ないい人を演じ続けなければならないのです。結果としてどうなるか、彼らは大勢の中にいればいるほど強烈な孤独を感じます。周りが笑えば笑うほど自分だけが違う世界にいるという感覚、心理学でいうところの離人感に近い感覚に襲われるのです。目の奥が笑っていないと人から言われることがあるなら、それはあなたの心が仮面をかむり続けることに限界を感じ、悲鳴を上げているサインかもしれません。第2章、拒絶の予感、見えないナイフに怯える日々。2つ目の特徴へと進みましょう。それは他人の言動に対して
極度に敏感でネガティブな予測をしてしまうという点です。これを心理学では拒絶感受性が高い状態と呼びます。心の闇が深い人は人間関係において常に最悪のシナリオをシミュレーションしています。彼らにとって世界は安心できる場所ではなく、いつどこから拒絶というナイフが飛んでくるかわからない戦場のような場所なのです。具体的なシーンで考えてみましょう。あなたが友人に LINE を送ったとします。いつもならすぐに返ってくる返信が、今日は3時間経っても来ない。普通の人なら忙しいのかな、寝てるのかなで済む話です。しかし、心の闇が深い人の脳内では、全く別のドラマが展開されます。さっきの文面、失礼だったかな。もしかして、この前の会話で怒らせてしまったのかも。いや、そもそも私のことが嫌いで、距離を置こうとしているに違いない。たった数時間の空白が、彼らにとっては永遠の拒絶に感じられ、過去の失敗や至らなかった点が走馬灯のように駆け巡ります。そしてようやく返信が来て、ごめん、寝てた、とあったとしても、安心するのは一瞬だけ。すぐに本当は面倒くさかったけど、気を使って返してくれたんじゃないか、と、次の不安の種を探し始めてしまうのです。コロンビア大学の心理学者ジェラルディン・ダウニーの研究によれば、拒絶感受性が高い人は、相手の何気ない表情や声のトーンから拒絶のサインを読み取る能力が過剰に発達しているとされています。これは HSP と呼ばれる生まれつき感受性が強い気質の人にも多く見られる特徴です。彼らは決して性格が暗いのではありません。過去に信頼していた人から突然裏切られたり、無条件に愛されるべき親から否定されたりした経験が、もう二度とあんな思いをしたくないという強烈な学習効果を生んでいるのです。だからこそ彼らは傷つく前に自分から傷つく準備をするのです。どうせうまくいかない、どうせ私なんてとあらかじめネガティブな予測をしておけば、実際に拒絶された時のショックを和らげることができる。彼らにとってのネガティブ思考は、自分自身の心を守るための悲しいほど精巧なエアバッグなのです。第3章、予防的撤退。傷つくくらいなら一人でいい。3つ目の特徴は、人間関係において自分から距離を取ろうとすること、いわゆる回避の行動パターンです。心の闇が深い人は、誰かに愛されたいと願いながら、同時に親しくなることへの強烈な恐怖を抱えています。これを象徴する有名な寓話があります。ドイツの哲学者ショーペンハウアーが唱えた山嵐のジレンマです。寒い冬の日、2匹の山嵐が暖を取ろうとして身を寄せ合いました。しかし、近づきすぎるとお互いの鋭いトゲが刺さって痛い。離れると今度は寒くて凍えてしまう。近づきたいのに近づけない。彼らはこの痛みに悩み続けました。心の闇が深い人は、まさにこの山嵐のように他者との距離感に常に苦しんでいます。そして多くの場合、彼らが選ぶ解決策は最初から近づかないことなのです。自分の話や本音を言わない。付き合いは必要最低限にする。これらの行動は全て回避性愛着スタイルと呼ばれる心理傾向で説明がつきます。精神科医のジョン・ボールビーが提唱した愛着理論において、幼少期に養育者から適切な応答が得られなかった子供は、人に期待しても無駄だ、助けを求めても拒絶されるだけだという内部作業モデル、世の中の捉え方を形成します。その結果、彼らは自立という名の鎧をまとい、誰にも頼らず自分の殻に閉じこもることで心の平穏を保とうとするのです。彼らが本音を話さないのは、あなたを信用していないからではありません。もし本音を話してそれを受け入れてもらえなかったら、私の存在そのものが否定されたことになる。それが何よりも怖いからです。だから彼らは職場の飲み会には参加しても当たり障りのない話題に終始し、自分のプライベートな領域には絶対に踏み込ませません。自分を紹介する場面でも特に趣味はありません。平凡な人間ですと自分の存在感を消そうとします。それは透明人間になることで、誰の標的にもならず誰の期待も裏切らずに生きていくための彼らなりの処世術なのです。しかしこの予防的撤退は彼ら自身をさらなる孤独へと追い込んでいきます。傷つかない代わりに誰かと深く分かり合う喜びも得られない安全なシェルターの中で、彼らは静かに、そしてゆっくりと孤独という毒に侵されていってしまうのです。第4章、献身という名の呪縛。誰かのためにしか生きられない。4つ目の特徴は、一見すると美徳のように思えるものです。それは異常なまでの優しさと自己犠牲的な献身です。心の闇が深い人は困っている人を放っておけません。
自分の仕事が手一杯でも同僚が残業していれば手伝おうかと声をかけ、友人が悩んでいれば自分の睡眠時間を削ってでも相談に乗ります。彼らはしばしば組織の中で縁の下の力持ちや聖人君子のように扱われます。しかしこの優しさの根底にあるのは余裕や慈愛ではありません。役に立たない自分には価値がないという脅迫的な無価値観なのです。これを心理学では条件付きの自己肯定感と呼びます。ありのままの存在として愛された経験が希薄なため、彼らは何かを提供することでしか他者とのつながりを維持できないと思い込んでいます。特に顕著なのがヤングケアラーや親子逆転の経験を持つ人たちです。幼い頃、精神的に不安定な親や未熟な親の面倒を見てきた子供は自分の欲求を後回しにし、親の機嫌を取ることを最優先にして育ちます。お母さんが笑ってくれるなら僕は我慢する。そうやって獲得した生存戦略が大人になった今も彼らを縛り続けているのです。だから彼らは他人から感謝されると喜びと同時に安堵を覚えます。よかった、まだここにいていいんだと。逆に誰からも必要とされていない時間は自分が透明になって消えてしまいそうな恐怖に襲われます。このタイプの人はブラック企業で搾取されたり、依存的なパートナーに尽くしすぎたりする共依存の関係に陥りやすい傾向があります。彼らの優しさは自分自身を燃料にして燃やす、命を削るような優しさなのです。もしあなたが断ることに罪悪感を覚え、私がやらなきゃといつも自分を追い込んでいるなら、それは優しさではなく古傷がうずいているだけなのかもしれません。第5章、感情の不干渉。心が凍りついた夜。5つ目の特徴、それは自分の感情がわからなくなっていることです。専門用語でアレキシサイミア、質感情症に近い状態と言えるでしょう。心の闇が深い人に今どう思ってる、本当は何がしたいと聞いても答えに詰まってしまうことがよくあります。特にないです。みんながいいと思う方でいいです。これは遠慮しているのではなく本当にわからないのです。想像してみてください。幼い頃、泣けばうるさいと怒鳴られ、喜べば調子に乗るなと冷や水を浴びせられ続けたとしたら、子供は感情を持つこと自体が危険なことだと学習します。そして痛みを感じないように、悲しみを感じないように心のスイッチを一つずつ切っていきます。この防衛規制を乖離と呼びます。辛すぎる現実から心を守るために感情と自分を切り離してしまうのです。その結果、彼らは大人になっても自分が怒っているのか悲しいのか、あるいは嬉しいのかさえリアルに感じ取ることができなくなります。彼らの日常はまるで分厚いガラス越しに世界を見ているようなものです。映画を見ても周りの人が泣いているシーンでなぜか自分だけ冷めている。美しい景色を見てもただのデータとしてしか情報が入ってこない。生きている実感が極端に薄いのです。そしてこの感情の麻痺は突然の爆発を引き起こすリスクもはらんでいます。普段は穏やかで何を言っても怒らない人が、ある日些細なきっかけで制御不能なほどの怒りをあらわにしたり、あるいは糸が切れたように動けなくなってしまったりする。それは長い間ダムの底に溜め込み続けてきた未処理の感情が決壊した瞬間なのです。彼らが本当に求めているのは何かを得ることでも成功することでもありません。ただ痛いと言った時に痛かったねと言ってもらえる、そんな当たり前の感情のやり取りなのです。第6章、成功という名の逃避。止まれば闇に飲まれる。6つ目の特徴は少し意外に思えるかもしれません。それは社会的地位や仕事での成果に対して異常なほどの執着を見せることです。いわゆる高機能うつやワカホリックの傾向を持つ人たちです。彼らはしばしば職場でトップの成績を上げたり、誰もが羨むようなキャリアを築いたりします。しかしどれだけ称賛されても昇進しても彼らの心満たされることはありません。なぜなら彼らが戦っている相手はライバルではなく自分の内側にある無価値観だからです。彼らにとっての努力は夢を叶えるためのポジティブなものではありません。何者かにならなければ自分には生きる価値がないという恐怖から逃れるための必死の逃走劇なのです。マグロが泳ぎ続けなければ死んでしまうように、彼らもまた走り続け成果を出し続けなければ背後に迫る巨大な虚無に飲み込まれてしまうと信じ込んでいます。ここでインポスター症候群、詐欺師症候群という心理状態が顔を出します。周りからすごいですねと評価されればされるほど彼らは心の中でこうつぶやきます。みんな騙されているだけだ。
本当の私は無能で空っぽだ。いつかそれがバレて全てを失うに違いない。彼らは休日は泥のように眠り、月曜日の朝が来ると重い鎧を着込んで有能な自分を演じに出かけます。その完璧主義は自分への厳しさの裏返しです。もしあなたがどれだけ頑張ってもまだ足りない、もっとやらなきゃと自分を追い詰め続けているなら、それは向上心ではなく心の闇があなたを駆り立てているのかもしれません。第7章、試し行動。私を愛してくれるの。7つ目の特徴。これは親密な関係になった時にだけ現れる非常に厄介な性質です。それは相手を試すような行動、試し行動をとってしまうことです。心の闇が深い人は誰かに愛されたいと願いながら愛されることを信じられません。パートナーや親友ができても、この人は今は優しいけれどいつか必ず裏切るはずだという疑念が拭えないのです。そこで彼らは無意識のうちに相手の愛情をテストし始めます。わざと連絡を絶ってみたり、理不尽な要求をして相手を困らせたり、突然もう別れようと突き放してみたり、まるでこんな面倒くさい私でも見捨てずに愛してくれるのをと問いかけるように。これは愛着理論における恐れ、回避型あるいは未解決型の特徴と重なります。彼らは相手が追いかけてきてくれることで一時的な安心を得ますが、相手が本当に疲れて去っていこうとすると今度はパニックになってしがみつきます。ほら、やっぱりみんな私を見捨てるんだ。彼らは傷つきながらどこかで自分の予言が当たったことに安堵すら覚えます。自ら関係を壊すことで突然捨てられるという最大の恐怖をコントロールしようとしているのです。この悲しい自作自演のドラマは、彼らが自分自身の価値を信じられるようになるまで相手を変えて何度も繰り返されてしまいます。第8章、闇の正体と癒しへの道。インナーチャイルドとの対話。ここまで心の闇が深い人の7つの特徴を見てきました。偽りの自己、拒絶への過敏さ、回避、自己犠牲、感情の麻痺、成功への逃避、そして試し行動。これら全てに共通しているのは、傷ついた自分を守ろうとする必死の防衛反応であるということです。そうです。あなたが抱えるその闇の正体は、あなたの性格が悪いからでも、あなたが弱いからでもありません。それはかつて誰にも守ってもらえなかった幼いあなたがたった一人で生き延びるために作り上げたシェルターなのです。心理学にはインナーチャイルドという概念があります。あなたの中には今も親に否定されて泣いている子供や、いい子を演じて歯を食いしばっている子供が住んでいます。心の闇とは、その子が発している気づいてほしい、助けてほしいという SOS の声なのです。ではどうすればこの闇を晴らし、生きづらさを手放すことができるのでしょうか。その第一歩は闇を消そうとしないことです。無理にポジティブになろうとしたり、性格を変えようとしたりする必要はありません。それは傷ついている自分をさらに否定することになるからです。代わりにこうつぶやいてみてください。今までよく一人で頑張って守ってきたね。辛かったのに笑顔を作って偉かったね。自分自身にセルフコンパッション、自分への慈しみを向けること、これを心理療法では採用育と呼びます。親がしてくれなかった無条件の肯定を今のあなたがあなた自身にしてあげるのです。第9章、今日からできる心の過失。小さな3つのステップ。自分自身を再養育すると言っても、具体的に何をすればいいのでしょうか。いきなり自分を愛するのは難しいかもしれません。そこで今日から始められる心の闇を少しずつ解きほぐすための3つのステップをご紹介します。ステップ1は感情のラベリングです。心の闇が深い人は大丈夫という言葉で自分の本音を蓋をしてしまいがちです。辛い時、心の中で辛いと言ってみてください。寂しい時、私は今寂しいんだと認めてあげてください。心理学の研究では、ネガティブな感情を言葉にして認識するだけで脳の扁桃体の興奮が静まることが分かっています。日記に書き出すのも非常に効果的です。書くことは誰にも邪魔されないあなただけの安全な避難場所になります。ステップ2は小さなのを言う練習です。コンビニでレジ袋を断る、気乗りのしない誘いをその日は予定があるとやんわり断る。そんな些細なことからで構いません。自分の意思で境界線を引くという経験を積み重ねることで、自分は自分の人生をコントロールできるという自己効力感が戻ってきます。あなたは全ての期待に応える必要はないのです。そしてステップ3は安全基地を見つけることです。これは必ずしも
身近な友人や家族である必要はありません。むしろ利害関係のないカウンセラーや同じ趣味を持つネット上のコミュニティ、あるいは推しのアーティストや心安らぐカフェの空間でもいいのです。ここなら仮面を少し緩めても大丈夫、そう思える場所や存在を一つずつ増やしていってください。それが荒れた海を漂うあなたの心にとって揺るぎない怒りとなります。最終章、金継ぎの心、傷跡はあなたが生き抜いた証。日本の伝統工芸に金継ぎという技法があります。割れてしまった陶器を捨てるのではなく、漆と金粉でつなぎ合わせ、そのひび割れを美しい模様としてよみがえらせる技術です。心の闇が深い人、それは壊れてしまった人ではありません。金継ぎのように砕け散りそうなほどの悲しみや孤独を自分自身の力でつなぎ止め、必死に形を保ってきた誰よりも美しい心の持ち主です。あなたが抱えるその闇は深みです。人の痛みがわかる深み、言葉にならない声を拾い上げる深み、そして暗闇の中にいる誰かにそっと灯りを灯すことができる深みです。その傷跡を隠そうとしないでください。その闇を恥じないでください。あなたが今日まで生き抜いてきたその歴史こそがあなたという人間のかけがえのない魅力なのですから。エンディング、夜明け前、いかがでしたでしょうか。心の闇が深い人の特徴を見てきましたが、もしこれらが自分に当てはまると感じてもどうか自分を責めないでください。それはあなたが優しく強くあろうとした証拠なのです。もし今日のお話を聞いて自分のことだと感じたことや誰にも言えずに抱えている思いがあれば、ぜひコメント欄に吐き出していってください。ここは仮面を外したあなたが安心して過ごせる場所です。あなたのその言葉が同じように苦しんでいる他の誰かの救いになるかもしれません。このチャンネルではこれからも生きづらさを抱えるあなたの心が少しでも軽くなるような心理学の知識をお届けしていきます。一人で抱え込まず一緒に学んでいきましょう。動画が少しでも役に立ったと思ったらチャンネル登録と高評価であなたの存在を教えてくれると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。あなたが今日よりも少しだけ自分自身を好きになれますように。